こんにちは。今回はトムドルムの隠し鉱山調査ミッションです。クラスは弓のブラストアーチャーで行ってきました。勲章。いわゆるバナーが追加されたためかミッション開始時に回避アクションを使用して開始前から動けるようです。こういった悪質ではない多少のグリッチのようなものはタイムアタックなどもそうですが、修正されるまで使って良いみたいです。冒頭からお話が逸れてしまいましたが、ミッションについて見ていきます。最初のバトルエリアでは、エリア境界まで駆け抜けて、さらにバトルエリアの奥にあるミーンの巣まで行きます。このミッションでは道が岩で隠されているところが2つありますね。最初のバトルエリアとその次の道中ですね。ここにミーンの巣が2つあるので、引き連れた道中のエネミーと一緒にまとめて倒します。またこの場所のように戦う場所の随所で、毒沼がたくさん配置されています。近接クラスで毒沼が気になる人は、アンチポイズンがおすすめです。特に難しいミッションではないため、慣れている人は気にしなくても良いです。それでは一度ミッションの概要について説明します。このトムドルムの隠し鉱山、追加調査の突入条件は、バトルスコア5190、プラスレベル59以上、レベル進行は66です。このミッションくらいから、そこそこボスが強めです。ボスというよりは非属性バーストや毒沼のせいかもしれません。ボスはフレイムラピスで、炎耐性、雷弱点です。見た目が氷弱点っぽい気もしますが、雷弱点です。報酬でドロップする武器は、光属性60レベル武器です。エンハースイマジンは55から60レベルがドロップします。武器は光60レベル武器ですが、今回実装された上級で、新たに光70レベル武器が入手できるため、あまり需要はなさそうです。この最初のバトルエリア以外は基本的にバトルエリアまで駆け抜けて戦って問題ありません。ここでバトルエリアのキーエネミーを全て倒したら、再度一つ前の部屋から次のバトルエリアまで駆け抜けます。この回復も使ってしまって良いです。左側が次の道ですね。忘れていたらレイヤーマップを確認すると迷わないです。ここから右に曲がったところの部屋で、通路が岩で隠されているので、攻撃で壊して進みます。その先が2つ目のバトルエリアですね。またミーンの巣と毒沼が配置されています。ここで少し弓のブラストアーチャーについて触れておきます。新スキルのサジタリウスかなり面白いバフスキルでしたね。効果時間中は連続でマシンガンのように矢を発射できます。新しくスキル8億の中に入れたいですね。クールタイムが70秒と長いので、手軽に使えないのが難点です。やることが多くてバトル中は忙しくなりがちなので、サジタリウスをせっかく使ってもスキル回しやヒールで手一杯という状況がかなりあります。それとサジタリウス中は通常攻撃ボタンを結構何回も押さないといけないので、長押しで攻撃するのに慣れてしまっている私のような人はそこそこ大変です。次のバトルエリアも駆け抜けてからエネミーをまとめて倒すだけですね。弓の話ですが、サジタリウスは効果中通常攻撃を打つという分かりやすい性能ですが、弓自体あることが多くて使いどころが非常に難しいと感じました。また効果中はウィークアタックのダメージが増加するので、エネミーの弱点になる部位を狙う必要が出てきます。動画ではアルファスキルなので、さらに弱点でクリティカル確定、弱点以外でダメージ減少というより尖った効果となっています。わかりやすい派手で強いスキルかと思いきや、弱点を狙う必要があったり、使いどころが難しいなど、いわゆるゲームに慣れたクロート向けスキルと言えます。炎のツインストライカーの新スキル、デスペラードは、ブラッドアックスというドレイン効果のバフで、デメリットを帳消しにできるのですが、こちらの弓の新スキル、サジタリウスは、そもそもテクニカルなプレイヤーの操作技術が必要ですね。ブルプロでは、敵を照準で狙うエイムをするというよりも、ターゲットにロックして攻撃するのが簡単なので、サジタリウスはかなり変わったスキルです。ここからはボス戦になります。ボスはフレイムラピス、ドラーグシュです。見た目通り非耐性持ちです。弱点は雷属性で、氷が弱点ではなかったです。基本的な動きはドラーグラピスと変わりません。ですが非属性攻撃をしてくるので、非属性やられやバーストで大きく HP を削られます。普段使っている非属性の強さを身をもって知ることができます。結構プレイしている人だと非属性やられやバーストされてもダウンしないような HP を確保できますが、初心者の人は非属性やられでバーストしそうになったら回避に専念するようにした方が良いかもしれません。弓の人はリフレッシュエリアで
味方の属性やられを解除できますが、HP 表記のようには見た目で判断しにくいため、なかなかバーストを防ぐのは難しいです。本当なら HP バーと一緒に属性やられのゲージについて、味方分全部を表記してほしいくらいです。私は動画を撮るために、長場縛りプレイのように、普段から大抵、HP バーやチャット表示をオフにしているのですが、普通の人は HP バーが味方の頭の上にも表示されています。同じように属性やられも左下や頭の上に表示してほしいですね。ちなみにリフレッシュエリアは G4 で持続時間が伸びたので、大体はボスの足元で使用してしまって良いと思います。遠距離クラスの人は頑張って属性やられにならないよう、祈るしかないです。結構クールタイム長いですからね。ヒールを飛ばすのを怠るとこうなってしまいます。今回は非属性バーストですので仕方ありません。本当ならエンハンスイマジンの緊急障壁で、スーパーアーマーで蘇生した方が良いんですが、装備が適当なのでスーパーアーマーが外れてます。特に通常の追加調査ミッションですので、12回も復活ができますから起こさなくても良いです。蘇生できそうですので状況を見て起こしてます。あと気分的にも起こした方が協力してる感ありますからね。少しまたサジタリウスについてですが、今回のフレイムラピスのように背が高いと視点が見づらくなってしまうのも大変ですね。そもそもブルプロは視点を動かした時や視界の見え方がオブジェクトで変になったりとバトルの視点が見えづらいゲームです。加えて弓がよく使うような範囲エリアスキルは地面を見て狙いをつける必要があります。そのためターゲットのロック機能でほとんどの攻撃やスキルを使用する方が安定します。私も FPS ゲームをマウスでもコントローラーでも結構プレイしたことはありますが、誰もが必ずしも視点操作に慣れているわけではないですからね。もう少しこういった細かな点もいつか改善すると良いですね。今回の動画は以上です。いつもチャンネル登録、高評価、コメント、動画投稿の励みになります。ここまでご視聴ありがとうございました。またね。